こんにちは、あおいです。今日はとってもふんわり柔らかい鶏のつくね煮のレシピをご紹介します。鶏ひき肉の中に人参と玉ねぎもお肉の半分以上入れますので、野菜もたっぷり摂ることができます。だし汁を使って煮込みますので、とっても優しい味で、さらにつくねがふんわりと仕上がってとっても美味しいです。保育園でも大人気のこのレシピ、それでは早速作っていきましょう。葵の給食室。今日は鶏ひき肉に玉ねぎと人参のみじん切りを入れていきます。なのでフードプロセッサー、100均のねダイソーのプロセッサーでみじん切りにしていきますので、ざっくりと切っていきましょう。と玉ねぎは芯を取って、少ないので一緒に回しちゃいます。と回るはず大丈夫なはず、この量なら。よいしょ。待って、どうしよう、回んなくなっちゃった。いきまーすいきますって別に掛け声いらないよ。こんな感じで回っております。今日は肉団子に混ぜ込む形なので、ちょっと細かめの方が馴染んで美味しくなります。結構量はたくさんですね。お肉の量に比べてお野菜たくさん入れていきます。次、生姜汁を作りますので、生姜をすりおろしていきましょう。汁だけ使うので皮ごとすりおろして大丈夫です。生姜汁ちょっとしか使わないので、生姜のチューブとかでご家庭で作るときは代用してもう大丈夫です。食欲をそそる匂い、美味しそうな匂い。生姜すり終えたら器にキッチンペーパーを引いて、ここに生姜をのせていきます。そしたらこれごと持ち上げてギュッと絞って生姜汁を作っていきましょう。よいしょ。それでは肉団子の生地を作っていきましょう。鶏ひき肉に先ほどのみじん切りにした玉ねぎと人参を入れます。たっぷりパン粉入れていきます。パン粉と、それから片栗粉です。片栗粉、それから溶き卵を入れていきましょう。卵を入れていきます。保育園では殻が入らないようにざるでこしながら入れるんですけど、他の動画でも説明しているので、そちらを参考にしてください。それからここに少し味をつけておきます。お塩と、後でだし汁と醤油と砂糖で煮るので少しだけで大丈夫です。と胡椒一振り、先ほど絞った生姜汁も加えていきます。そしたらこれはよく練りましょう。全部を合わせていきます。なんかこういう手でこうやって混ぜるの楽しいんですよね、私。今日はこの後肉団子しっかりと煮込みますので、この時点で玉ねぎと人参は炒めたりしておかなくて大丈夫です。今日の肉団子はハンバーグの生地よりも少し柔らかめになります。これをスプーンですくっていくので、ちょっと柔らかい方がね取りやすいんで、ちょっとゆるいぐらいで大丈夫です。肉団子煮込んでいきましょう。まずお鍋にだし汁を加えます。だし汁の取り方は別動画で説明をしてますので、概要欄のリンクにその動画貼っておきますので、そちらを参考にしてください。そしたらここに味をつけていきます。お醤油加えます。お醤油と、それからお砂糖です。甘辛く煮込みます。甘じょっぱく煮込みます。そしたら加熱して煮汁を温めていきましょう。沸騰してきたので、ここに肉団子を入れていくんですが、肉団子作るコツがあります。ちょっと見やすい位置に移動して、肉団子は手で丸めるとすごく時間がかかりますので、左手で人差し指と親指の間からむにゅっと肉団子を出します。そしたらスプーンでここの下をギュッと取るとお団子ができますので、これをポン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 お鍋に入れて煮込んでいきましょう。
保育園だと少し大きめに作って、1、2歳児のお子様は後で提供する時にカットして提供してました。細かく作ると多分何回もこれを作んなきゃいけなくて大変なので、大きく作って切るっていう方が効率いいと思います。でちょっと入れたら温度下がるんで、時々温度を上げてまた入れていきましょう。私今ちょっと動画用でこう上に入れてますけど、皆さんはこう横に並べて横に入れる方が楽なので左から右へ入れていってください。最後の方はむにゅって出すのができないので、手とかスプーンで丸めて入れていきます。よし、そしたらこれは下の方だけしっかり煮汁がついてる状態なので、時々こうしっかり固まってきたら返します。つくねを。美味しそうというか美味しいんですよねこれ私も大好きだから、初めて食べた時の美味しさほんと衝撃的でした。人参と玉ねぎにも火を通して柔らかく仕上げたいので、このまま15分以上煮込んでいきましょう。もう食べたい味見したくてしょうがないよ。今煮込んで7分ぐらい経ったんですけど、最初のうちは少し強めの火で、だいたい中火ぐらいで煮込んでも大丈夫なんですけど、だんだん 7,8 分してくると煮汁が少なくなってきますので、弱火にしてさらに 7,8 分煮込んでいきましょう。今煮込み始めてから15分経ちました。美味しそうしっかり色もついて。そしたら火を止めましょう。で時間がある時は肉団子が冷めていく間にもさらに味が染み込みますので、このままお鍋のまま粗熱を取るのがおすすめです。美味しそう。で 1,2 歳児のお子様はこれだと少し大きいので、提供する時に半分か3等分ぐらいの大きさにカットして提供しましょう。葵の給食室。給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。いい匂いこの香りを皆さんに届けたいぐらいすっごくいい匂い。だしと生姜の。いただきます。ふわふわだ。柔らか。歯茎で噛めますうまく伝えたいんだけど、なんて言ったらいいんだろう。それぐらい柔らかい。このだし汁の香りと、あと生姜汁の香りがこうじわっと口の中で広がって、本当にすっごいそれがね、こう食欲をそそる味になってます。肉団子もすごく柔らかくふわっと仕上がってますので、何個もペロリって食べられちゃうぐらい、歯茎で噛めるぐらい柔らかいです。野菜は本当にたくさん入れてるんですけど、だし汁使って煮込んでいるので、野菜のえぐみとかこう独特な辛みとかが抜けて、すごく食べやすくなってます。保育園でも本当に大人気で、みんなすごくよく食べてくれるメニューなので、ぜひ作って皆さんの様子をコメントで教えてください。本当にこのだし汁ごとごくごく飲みたいくらい美味しいYouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。